りょうくんがバイク雑誌を見ていた。バイクの中古情報が載っているやつだ。私はりょうくんがどんなバイクを買うのか興味がある。やっぱり中古にするんだ。と私はりょうくんに言った。うん、新車は高いしさ。中古には当たり外れがある。外れるとしょっちゅうあちこち故障して整備費や修理費がバカにならないらしい。佐藤のも中古だったよね。とりょうくんが言った。りょうくんの言う通り、私の CB も中古だ。今思うと、私のは当たりだった。一度こけて修理したが、それ以外は故障らしい故障もない。前の所有者が割と大切に扱っていたのかもしれない。予算はどのくらい？と、私は尋ねた。35万くらいかな。もっと出せると思ったんだけど。よく考えたら保険も必要だし、ヘルメットも買わないといけないしさ。確かに35万では中古しかない。新車の方が安全だよ。私はそう言いたかったが、言えなかった。そこへおじさんがやってきた。おじさんがりょうくんに言った。もう買うバイクは決めてあるのか？りょうくんはちょっと照れたように。ええ、まあ、と言った。りょうくんはバイクの雑誌のページを開いて、おじさんに見せた。指で指し示して、これにしようかと思うんです。と言った。私も横から覗いてみると、250cc のトラッカーだった。トラッカーは軽くて、街中では乗りやすく、値段も比較的手頃だ。中古ならさらに安い。値段は34万円となっていた。しかし、よく見てみると、ちょっと気になることがある。年式が割と古いのに、走行距離がわずか1万キロになっているのだ。オドメーターの走行距離は、その気になれば、いくらでもごまかせると、どこかで聞いたことがある。
個人経営の店のようだが。雑誌ではどんな店なのかわからない。中古には当たり外れがある。そして外れると、整備費や修理費がバカにならない。整備費や修理費がバカにならないということは、決してまともなバイクにはならないということだ。いつの間にか林さんもそばに来て、成り行きを見ていた。おじさんが言った。こいつはやめとけ。おじさんにそう言われて、りょうくんは戸惑った。りょうくんにしてみれば、自分の貯金でなんとか買えるバイク。やっと見つけたバイクだ。りょうくんが返事をしかねていると、おじさんはさらに言った。お前な、バイクっていうのは、一度買っちまったら、取り返しがつかないんだぞ。おじさんは雑誌をパラパラとまくる。他にいいバイクがないか探しているらしい。バイクのこととなると、おじさんは意外と真剣だった。こいつはどうだ。おじさんはそう言って、雑誌に載っている一台のバイクを指し示した。でも値段を見たりょうくんは、とても無理ですよ。そんなに金ないもん。と言う。おじさんが指し示したバイクは 250cc のネイキッド。中古ではなく新車だった。55万円ほどもする。もし私なら、どんなバイクを選ぶだろう。初心者でも乗りやすくて、維持費もそれほどかからない。整備も楽でできれば。街中、ワインディング、高速道路など、どんな場所でもストレスなく走れて、道を選ばない、そんなバイクがいい。今おじさんが選んだネイキッドは、悪くなかった。でも、値段が問題だ。お前、こいつが欲しいかと、おじさん。そりゃ、欲しいけど。と、りょうくん。ちょっと、待ってろ。おじさんは、席を外し。そしてまた、すぐに戻ってきた。ヘルメットや、
ライディングジャケットなどの装備を抱えている。それと封筒。まず、おじさんがりょうくんに封筒を渡した。20万入ってる。これ使えよ。でも、借りても。返せないかもしれないし。ボーナスだよ。返さなくていい。と、おじさんは言った。それとな、ヘルメットとジャケット。グローブとシューズ。これ、みんなやるから。バイク乗るときは、全部付けるんだぞ。おじさんは、りょうくんに渡した。ボーナスのことを気にしていた。林さんと私にはなかったからだ。翌日、りょうくんが席を外しているのを見計らって、言いにくそうにおじさんが言った。りょうのボーナスのことだけど、林さんと佐藤の分は、また後日ということに。林さんは言った。気にするなよ、わかってるから。私も言った。当てにしないで、待ってますから。おじさんは、お金がないのだ。やがてりょうくんは、卒業検定をクリアして、普通自動二輪の免許を手に入れた。そして、その数日後、りょうくんのバイクが、納車されることになった。ちょうど、店の定休日で、りょうくんは、おじさんからもらった。ジャケットとシューズを身につけて、ヘルメットとグローブを持って、朝からバイクショップに、出かけていった。せっかくの休日に、店にいても仕方がないから。私もバイクで、箱根の方にでも行ってみることにした。でも、箱根に向かいながら、なんだか、りょうくんのバイクが気になった。バイクにまたがったりょうくんが、どんな顔をするのか見てみたくなった。こんなことなら、お邪魔虫でもいいから。りょうくんにくっついていけばよかった。箱根に行く途中、西湘バイパスのサービスエリアに立ち寄った。自動販売機で缶コーヒーを買って、すすっていると、駐車場に止めてあるバイクの中に、例のバイクがあることに気がついた。りょうくんは今頃、あれと同じバイクにまたがっているはずだ。私は近寄ってみた。悪くない。ちょっと乗ってみたいような気もした。
でも、知らない人のバイク。触るわけにはいかない。そこへ、バイクの持ち主らしい人が戻ってきた。林さんと同じ年くらいのおじさんだった。人のバイクをじろじろ見ていて、知らん顔もできないので、私は声をかけた。いいバイクですね。そう。バイクを褒められたその人は、ちょっと嬉しそうな顔をした。再生リスト18に続きます。